夫なはず。久しぶりです。はい、あれはドキドキさ。よいしょ。眠れない夜はあなたのそばにいるよ。クルシットクライドルです。お久しぶりの配信。うわー、これちっちゃいかも。了解。よいしょ。こいつ聞こえてるかな。そう、明けましておめでとうございますでいいのかな。はい、お久しぶりすぎる配信です。なんかその前にね、パソコンさんが病院行っちゃったりしてたから、ルシちゃんと一緒に寝たもうなんか全部消えちゃっててってなりながらいっぱい頑張った。はい、ということで今日は朗読したいなって思ってるんだけれど、クッションのおしゃべりの練習としてご本読む前にね、ちょこっとお話だけお話ししたいと思ってます。なので今日ねお話ししようと思ってたのね。ルシちゃんがいっぱいね、すごいなんて言うんだろう、いっぱい好きってしてるのがあって、そう、ルシちゃんって面食いでいいのかな、面食いだったりアニメとかすごい大好きなんだけれど、なんて言うんだっけ、アニメじゃないのにいっぱい好きっていっぱい好きってなってのを見てびっくりした話なんだけどね。アニメじゃないんだよ。人間さんでいいのかな。YouTube でもうずっと見てて女の子がいっぱいの YouTube をずっと見てて、そう、なんだろうと思って聞いてみたら、歌が上手な女の子たちがいっぱい頑張るやつだと教えてもらって、クッションでいろいろ教えてもらったのね。なんだっけ、ガールズ、チャミナさんでいいのかな、チャミナさんの集まりグループをす
すごいヌシちゃんがハマってて、もうびっくりするぐらいもうめっちゃ好きってなってて、でもずっとね、もうお部屋でもうちのその音楽が流れてて、なんかこの前最後終わりだったみたいなんだけど、その時の曲をずっと流してて、もう長すぎてクシャン英語わかんないんだけど、日本語のとこだけもう覚えちゃって、そうでもね、クシャンお歌歌うのすごい得意くないんだけど、なんかもうそれもね、ずっとね、もうお歌ちっちゃい声になっちゃうんだけど、こうなんかちょこっとお歌するぐらいもうずっと流れてて一曲だけずっと流れてて、でもクシャンね、言葉がね、すごくね、好きなの。ちょっと待っててね。歌詞。あった。そう。一部、サビのところになっちゃうんだけど、願うなら、こんな私が死んでもこの愛だけはせめて残って咲いてますようにもうクシャンすごい好きで、そうこの言葉がすごい好きで、そうヌシちゃんにこれなんていうのっていっぱい聞いたんだけど、そうお花咲くってお花だから、いっぱい大好きがいっぱいお花になってるって意味らしくて、そうもうね、うわーってお歌なんだけど、クシャンね、本読むの好きなのはね、なんだ、いっぱいそのシーンがそうすごいクシャン見てないのに見てるみたいになるからすごい好きなんだけど、そうこの歌もね、クシャンその作った人の見てないんだけど、そうでもそうすごくこう見てる気分になってもうクシャン横でヌシちゃんもボロボロ寝てたんだけど、クシャンはもうすごく好きで、もうねいっぱい5本太い5本をいっぱいもうペラってして、もういっぱいな言葉見たの、このお歌のね。そう他にも今はただこの私のこの歌とこの歌声を信じてほしいんだとかももうすごいと思って、おしゃれな言葉がもうプロってこの歌の中いっぱいあってね、そうすごいんだよ。これをこれもちゃんみなさんの歌なのかな。そうもうなんかヌシちゃんがすごい好きなんだと思うんだけど、そうもうずっとこの歌がね流れててねそうクシャンちょっとお歌うの恥ずかしいからやらないんだけど、そうもうねヌシちゃんと二人でねこうもうノリだったっていうお話ですもうお話いっぱい配信いっぱいじゃないな、配信の時にこうやってお話の練習をしていきたいなって思ってます。なので終わりみんなもちゃんみなさんのなんていうお歌なんだろう、
ソングでいいのかな。サードソングっていうお歌聞いてみてください。よし、わあお話がまたそう、今日お話の練習にこのお話しようと思っていっぱい考えたのに上手にできなかったよし、じゃあ配信初めて来ました。なんかかわいいね、コジュみたいな感じね。コジュミンコジュよコジュミョンってコジミョン待っててね。コジミョンショマトモコモコだいっぱいモコモコだかわいい勝ちねよいしょ。はじめましてするの忘れてた。なちさみさんはじめまして。ご挨拶します。あなたの間違えた眠れない夜はあなたのそばにいるよ。クレシットクライデルです。配信が今までちょっとパソコンさんが病院行ってたりとかでできなかったんだけれど、今日から週1回2回ぐらいできたらいいなって思ってます。クシャンね、お話しするのがあまり得意くないから何か今日はご本読むんだけれどそれ以外もゲームしたり映画見たりとかする前にこうやってちょこっとお話の練習をさせてもらいたいなって思ってます。よしクシャンうまくできたかな。よいしょ。クシャンって呼んでください。よし、じゃあご本読みます。ご本読むんだけれど一緒にねねしてても丸だよ、丸ご本読み終わったらそのままみんなおやすみなさいするからね。頑張る記憶にありがとうよし、ご本読みます。今日のご本はね今日寒いだったからちょっとあったかくなれるお話を選びました。よいしょ。松売りの少女。それは寒い日でした。雪が降っていて辺りはもう暗くなりかけていました。その日は一日のうちで中盤おしまいの大晦日の晩でした。この寒くて薄暗い夕暮れの通りをみそぼらしい身なりをした年のいかない少女が一人、帽子もかぶらず靴も履かないでとぼとぼと歩いていました。でも家を出た時にはスリッパを履いていたのです。けれどもそんなものが何の役に立つのでしょう。なぜって
とても大きなスリッパでしたから無理もありません。お母さんがこの間まで使っていたものですもの。ですからとても大きかったわけです。それを少女は履いて出かけたのですが、通りを急いで横切ろうとしたとき、2台の馬車が恐ろしい勢いで走ってきたので、慌てて避けようとした拍子に亡くなってしまったのです。片方はそのままどこかへ見えなくなってしまいました。もう一方は男の子が拾って、今に赤ん坊でも生まれたらゆりかごに使うんだと言いながら持って行ってしまいました。こういうわけで今この少女は可愛らしい裸足の足で歩いているのでした。その小さな足は寒さのために赤く青くなっていました。古ぼけたエプロンの中にはたくさんのマッチを入れていました。そして手にも一束持っていました。今日は一日中売り歩いても誰一人買ってもくれませんし、シーリングのお金さえ恵んでくれる人もありませんでした。お腹は減ってしまい、体は氷のように冷え切って、見るも哀れな痛々しい姿をしていました。ああ、かわいそうに。雪がひらひらと少女の長いブロンドの髪の毛に降りかかりました。その髪は襟首のところに、それは美しく巻いてありました。けれども今はそんな自分の姿のことなんかとてもかばってはいられません。ミレーは窓という窓から明かりが外へ差しています。そしてガチョウの焼肉のおいしそうな匂いが通りまでプンプンと匂っています。それもそのはず、今日は大晦日の晩ですもの。そうだわ、今日は大晦日の晩なんだものと少女は思いました。ちょうど家が2軒並んでいました。1軒の家は引っ込んでいて、もう1軒はそれよりいくらか通りの方へ突き出ていました。が、その間の隅っこに少女は体を縮こめてうずくまりました。小さな足を体の下に引っ込めてみましたが、寒さはちっともしのげません。それどころか、もっともっと寒くなるばかりです。それでも少女は家へ帰ろうとはしませんでした。マッチは一つも売れてはいませんし、お金だって1シリングも持ってもらっていないのですから、このまま家へ帰ればお父さんにぶたれるに決まっています。それに家へ帰ったところでやっぱり寒いのは同じです。屋根はあってもただあるというだけです。大きな隙間には藁やボロ切れが詰めてありますけれど、それでも風はピューピュー吹き込んでくるのです。少女の小さな手には寒さのために
もう死んだようになっていました。こんな時にはたった一本の小さなマッチでもどんなにありがたいかもしれません。マッチの束から一本取り出して、それを壁にすりつけて火をつきさえすれば、冷たい指は温かくなるのです。とうとう少女は一歩を引き抜きました。シュッ。花火がつってマッチは燃え尽きました。暖かい明るい炎はまるで小さなろうそくの火のようでした。少女はその上に手をかざしました。それは本当に不思議な光でした。なんだかピカピカ光る真鍮の蓋と真鍮の銅のついている大きな鉄のストーブの前に座ってるような気がしました。まあ、火はなんてよく燃えるのでしょう。そして、なんて気持ちよく暖かいのでしょう。本当に不思議です。少女は足も温めようと思って伸ばしました。と、その途端に炎は消えてしまいました。ストーブもかき消すように見えなくなりました。少女の手には燃え尽くしたマッチの燃えさしが残っているばかりでした。また新しいマッチをすりました。マッチは燃え尽きて明かり辺りが明るくなりました。光が壁に差すと、壁はベールのように透き通って、少女は中の部屋を透かしてみることができました。部屋の中には輝くように白いテーブルクロスをかけた食卓があって、立派な陶器の食器が並んでいます。しかもそこにはお腹にすももやリンゴを詰めて焼いたガチョウがほかほかと美味しそうな湯気を立てているではありませんか。けれども、もっと素晴らしいことには、そのガチョウがひょいとお皿から飛び降りて、背中にフォークやナイフを突き刺したまま床の上をよたよたと歩き出したのです。そして貧しい少女の方へまっすぐにやってくるのです。と、その時、マッチの火が消えてしまいました。後にはただ熱い冷たい壁が見えるばかりでした。少女はもう一本新しいマッチをつけました。すると今度は例えようもない美しいクリスマスツリーの下に座っているのでした。それはこの前のクリスマスの時にお金持ちの商人の家でガラス戸越しに見たものよりもずっと大きくてずっと立派に飾り立ててありました。何千本とも数えきれないほどのたくさんのろうそくが緑色の枝の上で燃えていました。そして商店の飾り窓に並べてあるような色とりどりの美しい絵が自分の方を見下ろしているのです。思わず少女は両手をそちらの方へ高く差し伸べました。
その時、またもやマッチの火が消えてしまいました。たくさんのクリスマスの光は高く高く昇っていきました。そしてとうとう明るいお星様になりました。その中の一つが空に長い長い光の尾を引いて落ちていきました。ああ、誰かが死んだんだわと少女は言いました。なぜって？今はこの世にはいませんが、世界中でたった一人だけこの子を可愛がってくれた年を取ったおばあさんがよくこう言っていたからです。星が落ちるときにはね、人一人の魂が神様の身のもとに登っていくんだよ。少女はもう一本マッチを壁に吸い付けました。辺りがパーッと明るくなりました。その光の中に年取ったおばあさんがいかにも優しく、いかにも幸福そうに光り輝いて立っているのでした。おばあさんと少女は叫びました。ああ、私も一緒に連れて行って。だってマッチの火が消えちゃえばおばあさんは行っちゃうんでしょ。さっきの温かいストーブや美味しそうな焼きガチョウや、それから大きくて素敵なクリスマスツリーみたいに。そう言って少女は束の中に残っているマッチを大急ぎでみんなすりました。こうしておばあさんをしっかりと自分のそばに引き止めておこうとしたのです。マッチは赤々と燃え上がって、辺りは真昼よりもっと明るくなりました。おばあさんがこの時ぐらい美しく大きく見えたことはありませんでした。おばあさんは小さな少女を腕に抱き上げました。二人は光へと喜びに包まれながら高く高く天へと登っていきました。もう少女には寒いこともお腹のすくようなことも怖いこともありません。二人は神様の身のもとに召されていったのです。けれども寒い寒い明くる朝のこと、家の隅っこには小さな少女が頬を赤くして口元には微笑みを浮かべてうずくまっていました。ああ、でも死んでいたのです。古い年の最後の晩に冷たく凍え死んでしまったのでした。新しい年のお日様が昇って小さな亡骸の上を照らしました。少女はマッチの束を持ったままうずくまっていましたが、その中の一束はもうほとんど燃えきっていました。この子は温まろうとしたんだねと人々は言いました。けれども少女がどんなに美しいものを見たかということも、またどんな光に包まれておばあさんと一緒に嬉しい新年を迎えに
天国へ登っていったかということも誰一人知ってる人はありませんでした。とさおしまい。ちょっとポカポカになれたかなマッチの火も暖かいし、ストーブの火も暖かくなったかな。新姉様こんばんは。反応できなくてごめんなさい。はい、ということでみんな寝できたかな次今回初めてご本を読むことをしたけどちょこっと失敗しちゃった。ちゃんと聞いたのは初めてだっただからないで、しないで。はい、今日ちょっと早く終わっちゃったね。次は明日またやるけど、次2本2冊2冊持ってくるね。ちょっと早くクッションがドキドキして早く読んじゃったから、早く終わっちゃったからそう明日はドキドキしても早く終わんないように2冊持ってくる。これでみんな気持ちよく寝てきたらいいなはい、今日はここまでです明日はまたちょっと同じ11時23時にみんながねできるようにクッション頑張って5本読みますなのでねできなかったらまた来てねじゃあ今日はみんなおやすみなさいだよお布団に入ってポカポカとしてねしようね。